皆さんこんにちは、みやまです。本日はこちらですね。このデスクの配線整理をしていきたいと思います。このデスクは私の中ではまだこれから進化させていきたいところがたくさんあるので、今回はあまりガチガチに工具を使ったりせずに、低予算かつ簡単にできるような方法で配線整理を行っていこうと思います。早速なんですが、まずはこちらのデスクのここの下の部分の配線のビフォーの状態を見ていただいて、そこからどんどん細かいところをより使いやすくかつ綺麗にしていけたらなと思います。こちらがビフォーの状態になります。お見せするのが恥ずかしいぐらいコードだらけですね。いつも机の下が見えないのをいいことに、これぐらいコードがぐちゃぐちゃの状態で撮影とか編集とかをしてました。USB ケーブルだったりとか、あとはそれぞれのガジェット家電の電源コードがかなり入り乱れているような状態になってます。はい、そしてこちらがアフターの状態ですね。それぞれの電源コードをきれいにまとめて USB ケーブルも机の上の方にまとめることができました。低予算かつ手軽にできる方法なので、これから詳しく紹介していきたいと思います。まずは今回使用するアイテムから紹介します。一つ目がこちらのケーブルクリップですね。穴の大きさが1センチぐらいあるので、太めの電源コードも挟めますし、 USB ケーブルは複数本収納することができるようになってます。締め具合の調整も4段階で自由に調整可能なので、今回めちゃくちゃ活躍してくれました。この配線整理の MVP はこの子かなと思ってます。30個入りで1000円ぐらいなので、すごくお安いのも嬉しかったですね。こちらはマジックテープ式のケーブル結束バンドですね。長いコードをまとめたりとか、複数本の USB ケーブルをまとめたりするのに使用しています。デスクの丸い支柱に結びつけるのにも結構活躍してくれました。50本で700円ぐらいなので、長さが違うものをいくつか揃えておくのが非常におすすめです。普通のプラスチックの結束バンドと違ってマジックテープ形式なので、簡単に取り外して長さ調整することができるので非常に気に入っています。私が今回使っているものは、ここにロゴのマークが入っていたりとか、接着面がグレーになっているものになるんですが、ここの接着面が真っ黒のものも結構売ってるので、ぜひご自分の用途に合わせて選んでみてください。続いてがケーブル用のネームラベルですね。どのコードがどのガジェットのものかがいつもわからなくなってたので、この機会に簡単に識別できるようにネームラベルを作ることにしました。白いラベルだと暗いところでも文字が読みやすいので、これ結構気に入ってます。300個で800円ぐらいだったので、こちらも非常にリーズナブルかつお手軽なアイテムになるのかなと思います。こんな感じで文字を書いたら、折り返してまずタグの部分を作ります。で、シールの部分をそれぞれのコードのところに巻きつけるような感じにしていきます。このシール失敗しても一応すぐ剥がせたりするので、そこも結構気に入ってます。今回の動画では以上3つのアイテムを使用して配線整理をしていきます。まずは床に置いてある電源タップの収納ボックスの中を整理していきます。電源タップに今は使ってないガジェットの電源が入っているかもしれないので、そういったものがないかを確認しながらホコリを掃除していきます。で、今ここに使ってる電源タップにはなんと3つしか入ってなかったので、現状机の下に電源タップが3つあるんですけど、それぞれの電源タップに空きがある状態なので、一旦掃除をして1つは予備のものとしてまた別の場所に保管しておこうかなと思っています。このデスク周りに残すことが確定しているガジェットだったりの電源コードには、こういう風に先ほど紹介したネームラベルをつけていきます。ちなみにここで使用している電源タップは3話サプライのものなんですが、10口ついているのと、電源コードのプラグの部分が上下に可動域があるタイプなので、結構使いやすくておすすめの電源タップになります。続いては電源タップの隣に置いてある LAN ケーブルのハブを整理していきます。こちらはですね、LAN ケーブルを整理するためにこの網目状になっているプラスチックの物置台の上に置いていたんですが、今回は電源タップのところに結構余裕があるので、電源タップの収納ケースの中にこの LAN ケーブルも一緒にしまおうと思います。メインの LAN 以外にも、ここから有線を引きたいガジェットの LAN もしっかりネームラベルを貼って、こんな感じで一旦この電源タップの中身は終了です。こちらの収納ボックスはここの上の透明の蓋から中身を開けて見ることができるようになるので、その点で結構気に入ってます。
続いてはですね、机の下の電源タップ収納ボックスの中身を整理していきます。こちらは結構重要な電源が刺さっていて、パソコンのモニターとパソコンの電源と Amazon エコーですね、それぞれ分かりやすいようにまたネームラベルをつけていきます。こちらの電源タップももうだいぶ長いことを使っていたのと、電源タップが余っているっていうのもあるので、予備のものとして保管しておきます。こちらの収納ボックスなんですが、エレコムの収納ボックスを使っていて、さっきのボックスよりちょっと大きめですね。よりシックなデザインなので、もうちょっとモダンな感じの家にしたいよっていう方は、先ほどの収納ボックスよりかはこちらのエレコムの収納ボックスの方がおすすめです。私は少しでもコンパクトにしたいっていうのが今回あったので、このエレコムの収納ボックスはまた別のところで使おうと思います。続いてはデスク天板下の電源タップを整理していきます。今回の配線整理でメインで使用する電源タップになります。このデスクの上の方にある支柱にマジックテープ式の結束バンドで固定しています。ここの電源タップにはデスク上で使っている小物ガジェットの充電器がメインで置いてあるんですが、これに加えて PC の電源とモニターの電源をここの電源タップに移していく予定です。電源タップ自体のコード隠しについてもマジックテープ式の結束バンドを使います。丸い支柱なのでクリップみたいなものが使用できないので、ここをバンドにすると結構便利だなっていう感じですね。結構簡単にかつしっかり固定できるようになります。今回この部分では3つの結束バンドを使って電源タップのコード自体を見えないように隠していくような作業を行いました。完成したのがこんな感じです。結構綺麗に隠せたんじゃないかなと思います。今回使った結束バンドが文字入りのグレーに見えてしまうものだったので、これを真っ黒のものにしたら本当に近くで見ても綺麗に配線が隠せる感じになるんじゃないかなと思います。続いては今作業した電源タップのコードを大元のコンセントプラグのところまで伸ばしていく作業です。机の隣に先ほどきれいにした物置を設置して、足の部分にコードを沿わせるように固定していきます。ここでは先ほどとは違って少し小さめの結束バンドを使用します。このコードは左側の収納ボックスの中をさらに通して電源プラグにカチッとはめるような形になります。パソコンから伸びてきている LAN ケーブルもこのように一緒にすっきりとまとめることができました。続いては机の上の USB ケーブル類を整理していきます。まずはそれぞれのガジェットのケーブルをどの位置に固定したいかを決めていきます。私の場合はモニターアームを使っているので、結構ケーブルの位置決めは重要になってきます。モニターアームをまたぐってなると机を動かしてガジェットの方をくぐらせなきゃいけなくなるので結構めんどくさいんですよね。ちなみにこの太いケーブルはロジクールのメカニカルキーボードのケーブルですね。で、位置を決めたらケーブルクリップの出番です。机の上の方にはみ出さないように縦型に設置していきます。縦型に設置するとちょっと下の方がはみ出してしまうんですが、下から覗き込まない限りは見えないですし、接着力としても全然申し分ない感じですね。で、ちょっと長めのケーブル類とかは先ほども使った結束バンドで軽く留めていきます。はい、裏側から見るとこんな感じで結構綺麗にまとめられたんじゃないかなと思います。ケーブルクリップは結構太めのケーブルを挟んだとしても他に2本ぐらいは全然いけそうな感じですね。熱が溜まりにくいようにあえてしっかりまとめずに軽く結束バンドで留めて、机の下の電源タップにカチッとはめてるような形になります。机の下の電源タップはこんな感じでまとまりました。ちなみに USB ケーブルを差し込んでいるのはアンカーの急速充電器になりますね。急速充電器一つにまとめることで使う電源タップの数を節約しています。PC の裏面は見えないところなのとちょっと熱が溜まるのが怖いので、それぞれの USB にネームラベルだけつけて、ここはあんまりいじらないようにしました。それでは改めてビフォアを確認してみましょう。これだけ乱雑にコードが絡み合っていたデスク下だったんですが、こんな感じですっきり綺麗にまとまりました。ポイントとしては電源ケーブル系をあまり無理にまとめすぎないことですね。モニターのケーブルが HDMI も電源ケーブルもどちらも白色だったんですが、あえて隠さずに壁に沿わせることで目立たないように工夫してみました。デスクが壁際にある方は無理に電源コードをまとめずに白いケーブルを使って壁の近くに固定しておくだけでもかなり目立たなくなるのでおすすめです。
はい、ということでこちらのデスク周りの配線整理のご紹介でした。低予算かつ簡単にできるもので結構綺麗に配線を整理できたかなと思うので、ぜひ皆さんの参考になれば幸いです。今後もですね、こういった身の回りの便利なものだったりとかお気に入りのものを紹介していこうかなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。それではここまで見ていただいてどうもありがとうございました。みやまでした。バイバーイ。